こんにちは。前々回の湯たんぽ PC は、制作途中で、蓋が真っ二つに割れてしまうというハプニングがあり、完成させることができませんでした。幸いにも、蓋が真っ二つになったのは、湯たんぽがベッドにインしている最中ではなかったので、大惨事になることはありませんでした。未完成のまま、終わりにするわけにもいかないので、代わりとなる蓋を探したのですが、同じネジサイズの蓋が、なかなか見当たりません。1日ネットを徘徊して見つけたのが、これ。ハーレー・ダビッドソンの燃料タンクの蓋のようです。プラスチック製の蓋では、同じように割れる恐れがあったので、金属製の蓋を探していました。用途が全く異なるので、ポチるのを悩んだのですが、画像の寸法から推測すると、ネジのサイズが同じように見えたので、思い切ってポチりました。ポチってから気づいたのですが、チャイナ製だったようです。結局、商品の到着まで3週間ほどかかることになりました。届きました。パッと見の印象で、作りは悪くないな、と思いましたが、ネジのピッチが、全く合っていませんでした。ネジ系は合っているので、途中までは入りますが、最後まで締め付けることができませんでした。というわけにもいかないので、ポチりました。前回の類似商品です。2526円。もしかしたら、蓋の材質が異なるかも。という淡い期待と、同じ色では面白くない。という理由で、類似商品となりました。あと、一つ気づいた点があって、蓋は上面を起点にして割れたと、考えています。写真ではわかりにくいのですが、刃面とネジ穴の交点。蓋の上面側に、破壊起点のようなものが見えます。思い当たるのは、穴を開けるために、万力で締め付けた時でしょうか。蓋がずれないように、そこそこの力で締め付けていました。万力で締め付けると、中空、円筒形状の蓋の下側に、圧縮の力が加わるので、蓋の上面に、引っ張り応力が働いたのかもしれません。届きました。梱包は異なりますが、全く同じ商品のようです。メーカーは同じで、販売元が異なるということでしょうか。蓋の材質も同じ、ポリカーボネートなので、慎重に作業を進めていくことにします。前回は、入り口、出口、エア抜きの3つの穴を開けましたが、今回は強度を考えて、エア抜きの穴を廃止、2つの穴を開けることにしました。ドリルで穴を開けていきます。前回の反省から、万力の締め付けは、蓋が回転しない、最小限とします。蓋も、上面の強度がありそうな向きに、取り付けました。ドリルも、1ミリずつ径を上げて、慎重に作業しました。
穴が開いたので、ネジを切っていきます。前回は、タップ立て作業の動画が迷子になりましたが、今回はちゃんと残っていました。プラスチックなので、あまり必要ありませんが、CRC で摩擦を減らして、慎重に作業しました。うまくできたようです。タケノコにシールテープを巻いて、取り付けます。前回は、タケノコもそこそこの力で締め付けてしまったので、今回は、手締めプラスアルファ程度にしました。冷却水を入れていきます。冷却水は、前回の使い回しですが、腐るものではないので、大丈夫ではないでしょうか。ホースを取り付けます。今回も板クリップを使用しました。ただ、板クリップの締め付け力が、ゆるゆるになっていたので、もう一サイズ小さい方が、安心できそうです。ホースを接続できたら、湯たんぽを逆さにして、大きなエアを抜いておきます。PC を起動して、エア抜きをしました。2時間ほど CPU に負荷をかけましたが、水温は39度までしか上がりませんでした。小さな気泡はありますが、だいたいエアは抜けたと思います。今のところ、蓋からの漏れもなさそうです。最後に、湯たんぽのエアを抜きます。ホースを折り曲げて、線をしたら、蓋を少し開けて、湯たんぽ内のエアを抜きます。冷却水が少し出てきたら、OK です。もう一つ工夫します。前回の教訓から、蓋はいつ割れるのかわからないので、万が一に備えて、ジップロックしておきます。完成しました。CPU の温度は75度、水温は32度、CPU の負荷はアイドル状態です。湯たんぽの配置は前回と同じとなります。まだおもらしはしていないようですね。寝る準備ができました。湯たんぽは十分に暖かいです。ただ、ちょっと小さいですね。片足ずつ温めることにします。おやすみなさい。こうして眠りにつくことになったのですが、なかなか寝つくことができませんでした。湯たんぽは暖かく、心地が良かったのですが、寝ている間に湯たんぽを蹴飛ばしたり、ホースを絡ませたりする心配で、いつもの寝ているポジションが取れないため、2時間ほどゴニョゴニョして、ようやく眠ることができました。おはようございます。ちょっと寝不足ですが、起きました。湯たんぽは無事のようです。どこにも異常はなさそうですね。とりあえず、一晩は持ったようです。気になった点として、朝の冷却水温度が25度になっていたことです。CPU がアイドル状態なのでしょうがないのかもしれませんが、どうも床に温度を吸収されているような気がしたので、今晩からは中空配管にしようと考えています。
2話にわたり湯たんぽ PC の制作をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか？次回からは大型の連載企画を考えていますので、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。